出る。このエリアには罠がある。ワイヤーの罠は匍匐でかわせる。火力支援要請 144.93。 北に仲間がいる。詳しくはサバイバルビュアのマップを見ろ。出る。警戒解除要請 148.87。 警戒解除要請 146.59。 TNT はベッドの下。詳しくはサバイバルビュアのマップを見ろ。出る。ラジオ 147.59。 火力支援要請 147.04。 M63 を手に入れたんだな。 M63 はアメリカ製のシステムウェポンだ。ああ、聞いたことはあるが。手に取るのは初めてか。まあ去年開発されたばかりの最新兵器だからな。大方東南アジアあたりで鹵獲されたものが研究用としてそっちへ送られてきたんだろう。システムウェポンってのはパーツの多くを共用させて同じ設計でバリエーション展開を実現しようって試みだ。基本コンポーネントを核にパーツの組み合わせを変えることで様々な重視が得られる。いわば可変式ライフルだな。重心や弾倉を取り替えればアサルトライフル、カービン、軽機関銃からベルト球弾式中機関銃にまで転用できる。これには複数の装備を別ラインで整備せずに済む上、兵士の教育にも手間がかからないっていうメリットがあるんだ。部品もプレス加工やロストワックス製のものが多く、比較的技術力の低い国でも製造が可能なように配慮がされている。なるほど。あんたの持ってるバリエーションはベルト球弾軽機関銃だな。本来分隊支援任務に用いられるタイプだ。 M60 よりもかなり軽いな。ああ、それだけ軽量の軽機関銃は他にはないぞ。ジャングルの中でもかなり扱いやすいはずだ。うまく使ってくれ。スネーク、エヴァから連絡があったんだな。ああ、山岳の頂上にある廃墟で落ち合うことになった。グロズニーグラードの地下壕へ入るための鍵も彼女が調達してくるそうだ。そうか。ではエヴァとの合流を急いでくれ。山岳へ向かうんだ。その森を北に進め、北東の奥に坑道への入り口がある。坑道を登れば山岳へ出られるはずだ。北へ向かってくれ。わかった。だが気をつけろ。コブラ部隊の狙撃手が待ち伏せしているんだろう。ジエンドだ。だが行くしかない。気をつけろ。敵は伝説のスナイパーだ。ジエンドとの戦いはおそらく長時間に及ぶ狙撃戦になるだろう。弾薬や食料など戦いに必要なものは今のうちに準備しておくといい。スネーク、海底2万マイルって知ってる？いや、知らないな。度重なる軍艦沈没事件を米政府が調査すると、犯人は反戦主義のネモ船長だったことがわかるの。潜水艦ノーチラス号を襲う巨大イカのシーンには息を飲むわよ。この映画はシネマスコープなんだけど、やっぱり大きなスクリーンで見るのは楽しかった。巨大イカ。何？うまそうだなんて言わないでよ。おはよう。どうか最後の獲物を倒すまでの余命をください。もうしばらくわしをこの世界に
わしはすでに一生分は眠った。あの世の分も礼を言わせてもらおう。よくわしを起こしてくれた。貴様が現れなかったら本当に永遠の眠りについていたところだ。蛇よ、聞こえるか。わしはジ・エンド。貴様に本当の終焉を見せてやろう。最後にはもってこいの獲物だ。エヴァ、例のスナイパーが現れた。ジエンドね。彼は狙撃の父と言われた伝説の狙撃手よ。市街戦や海上での狙撃なら経験はあるんだが、森では初めてだ。そう。その森は川、高台、広場の3つのエリアで構成されてる。彼はそのどこかであなたをアンブッシュしているはずよ。長期戦になりそうだな。体力勝負ね。気をつけて。ジエンドのカムフラージュ技術は神がかり的と聞くわ。動いた方が負けか。だが奴は100歳を超えてるんだろう。スタミナならこっちが有利だ。そうとは言えないかも。なぜ？彼は光合成するって聞いたことがある。化け物か。あとジエンドは森と話ができるそうよ。森を知り尽くしているわけだ。ええ。でもあなたを知ってるわけじゃない。あなたならきっと勝てるわ。ああ、そのつもりだ。スネーク、ジエンドは老練なスナイパーだ。その広大な森のどこかに隠れて君を狙っている。奴に見つかれば即座に撃たれるぞ。森の中を隠れながら進み、ジエンドの気配をつかめ。奴の動きを読んで背後や側面に回り込んで攻撃するんだ。気をつけろ。ジエンドは特殊な麻酔弾を使うぞ。麻酔弾を撃ち込まれたらスタミナがどんどん減っていくわよ。スタミナゲージがゼロになったら意識を失ってしまうわ。麻酔弾を食らったらすぐにサバイバルビュアーのキュアで治療して、ナイフを使って麻酔針を取り除くのよ。スタミナがなくなれば終わりだ。食料をこまめにキャプチャーしてスタミナを維持してくれ。この戦いは長時間の狙撃戦になるだろう。一瞬たりとも気を抜くんじゃないぞ。スタミナがゼロになるとジエンドの麻酔弾に耐えられなくなって意識を失ってしまうわ。食料をこまめにキャプチャーしてスタミナを回復するようにして。食料や弾薬の残りが少なくなったら一度その森から撤退するのも手だと思うわ。とにかくスタミナの残量には常に気をつけるのよ。いいわね。敵の気配をつかむには主観や双眼鏡を使うといい。動体探知機、アクティブソナー、生体センサーも活用しろ。集音マイクを使うのもいいだろう。ソクロビエノの森は広い。そんな時こそサバイバルビュアーのマップを活用してくれ。地形や一度行った場所はもちろん、ジエンドが狙撃場所に選んだ地点もそれでわかるはずだ。地形を把握してジエンドの裏を書いてくれ。信じがたい話ではあるけど、ジエンドは光合成を行うらしいわ。スタミナ面ではおそらく向こうの方が有利よ。あなたも動植物をこまめにキャプチャーして持久戦に備えて。スネーク、セーブしたいの？ああ。やめておかない？どうしてそんなことを？いえ、何か悪いことが起こりそうな気がして。気のせいだろう。だといいけど、できるだけ早く戻るようにしてね。あんたサーマルゴーグルを持っているだろう。サーマルゴーグルを使えば偽装したジエンドも見つけやすいはずだ。ただし森と同化している時のやつの体温は外気よりもやや高い程度まで落ちると聞く。通常の人間よりは見つけにくいかもしれないな。あなたがいる森はソクロビエノ、死生の神域というような意味よ。森の精霊が住まう聖域として古くから神聖視されてきたらしいわ。
南部、西部、北部の3つのエリアからなるこの地方で最も広く深い森よ。迷わないように気をつけて。南部のエリアには武器庫があるわ。弾薬の補給が必要ならそちらへ行ってみるのもいいでしょうね。ジエンドを倒さない限りその森を抜けることはできないと思うわ。勝つしかないわよ。